皆さんご安全に。ゆうです。1980年代のヤマハ SR500 に乗っています。もうかれこれ8年くらいになるかな。今回の動画はいつぞやのしまなみ海道岡山の旅の総集編をお蔵入りになった映像も交えながらお届けしたいと思います。本当は日本一周バイク旅っていうのがやりたかったのですが、残念ながらそんな時間はありませんでした。ですがシーズンごとにそれぞれ好きなところを転々とする自由気ままな日本を楽しむ旅が始まりました。実は最初のうちはところどころオールドレンズを使って撮影しているシーンがありまして、結構撮影こだわってたなっていうのを今思い出しました。でも正直大変すぎたので、次の旅からは現行レンズで撮ってます。まず私が向かったのは岡山県倉敷市ジエンズストリートという場所です。しまなみ海道からもほど近い穏やかな場所です。ここは国産ジーンズ発祥の地、繊維の町としても知られています。また倉敷美観地区では日本らしい街並みを見ることができます。というわけで今日のミッションは、バイクに乗るときに履きたいジーンズと絶景写真をゲットせよ。普通の道で行けば約30分ですが、楽しそうな道で行きたいと思います。ひたすらくねくねとワインディングが続きます。昔は有料道路だったみたいです。今は無料で開放されてます。程よいコーナーが連続していて、ついアクセルを開けたくなってしまうのですが、野生動物とか白バイとかいるっていう情報もあったりするので、慎重に楽しく、ただただ無心で走りました。ここは岡山の街並みを一望できる水島展望台です。そろそろ休憩したいなと思う頃にちょうど現れる展望台です。風が吹いてて気持ちいいです。ここは夜がすごいみたいで、24時間眠らないと言われる夜景スポットでもあります。駐車スペースは車4台ほど。押してない押しがけです。ついキックするより楽なのでやっちゃうんですけど、良くない癖ですね。
セパレートハンドルって辛くないですかと聞かれますが、下り坂はちょっと走りにくいです。でももう慣れてしまいました。こちらは小島展望台。さっきの展望台とは反対側の景色です。江戸時代から瀬戸内の温暖な気候を生かした塩の産地としても栄えてきましたとあります。今からこのジーンズストリートに行きます。ここ楽しみです。キック一発でエンジンがかかりましたが、長年の付き合いとなるとどのくらいでかかるかっていうのが大体分かってきます。私の SR の場合は気温が涼しくてエンジンが程よく温まっている時が一番かかりやすいです。皆さんはどうですか？一瞬心臓がギュッとなりました。バイクは小さいしコーナーはよく見えないですよね。そんなにスピードを出してなくてよかったです。無事本日の目的地小島ジーンズストリートに到着しました。風でこの子だけ足が引っかかっちゃってます。大丈夫でしょうか？商店街のほとんどのお店がジーンズ屋さん。バイク向けのジーンズや細身のタイトなものから大きいサイズまで、あと女性専門店っていうのもあります。メイドインジャパンというこだわりを持って作っているお店が多いので、海外からの人気も高いそうです。ジーンズが踊ってるみたいです。どこに行くか迷ってしまうほどですが、私が向かったお店はこちらです。まずは女性専門のジーンズ屋さんを訪れました。店員さんが丁寧に接客してくれて、たくさん試着もさせていただきました。星が本当だ。スケッチと一緒の色で入ってます。本当ですね。かわいい。ありがとうございます。こういうのもかわいいな。入ってきたばっかりの商品なんですけど、もうすでに人気がある。そうなんですね。絶対かわいいな。どうしよう。今よ。本当だ。端っこがこっちなんてすごい入ってる。そうなんです。シルバーをつけてから洗いをかけたので、ジーンズでこんなに悩むなんて思わなかったです。とにかくたくさん試着してみました。これ見てもいいですか？はい。どれも可愛くて迷ってます。こういうの着たことないんですけど、私に似合うでしょうか？ちょっと着るのに手こずってます。やっと着れました。どうですか？個人的にはすごくいいんですが、ドラえもんって言われました。気を取り直して次のお店に行ってみます。めちゃくちゃ広いです。いろんな種類のジーンズがあります。ここにね、バイクが止まってましたよね。バイカーには優しいのかもしれないですね。ここは種類も豊富でとても良かったんですが、
逆に多すぎちゃって決めることができませんでした。残念。体験スペースもありました。いや、頭ボサボサでしたね。前髪もボッサボサだったんですか、ボッサボサだったんですけど、帽子持ってきたんで。お散歩をしているとかわいい柴犬が。飼い主さんは海外の方でした。やっぱり素敵なところだから移住者もいるんですね。猫もいました。ジーンズの中身は至って普通でした。もうデニムデニムつなぎですか。かっこいい。すごい。こんなやつへえ。でまあ一部そのうち工場構えてあるんで別注とかも作ってるんですよ。もう糸が太いんでなかなかと人気はあります。これは剣道着はいがベースだそうです。ついに見つけました。ここが私が最終的に購入したコモンプレイスさんというお店です。本当にちょっと時間かかりすぎだよっていうくらい悩みましたが、悩んだ甲斐あって本当にいいものを見つけることができました。だってメンズなんで91ありますからね。91ウエストだった。ここがまた下です。また下91。どうですかこれ、すごい折り返してもいいからちょっとこのまま買えばいいかな。はい、やったー、買っちゃいました。店の名前はこれですか？そうですね。なんてお聞きしたら。コモンプレイス。コモンプレイス。はい。コモンプレイスさん。ちゃんちゃん凝ってますやん。凝ってる。いやおしゃれの人これが普通だからっていう。おしゃれの普通ってレいう。ベルが違うんだようちみたいなそういう意味で。そういうことか。ブランド名変えろって言われるんですけど、いやもうコンセプトがそれなんでいらない。
目当てのものが買えて大満足。ホテルに向かいます。Falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. なんと帰り道も心臓が飛び出るほどの出来事が起こりました。When the moon runs down the summer sky, could it be the morning of the spring? When the sea runs dry, we start to sing. Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. あ、イノシシ。やばい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 。ご安全に。さっきの騒ぎが嘘かのような綺麗な夕日に出会いました。本日のお宿は明治時代の古い繊維工場をリノベーションして作られた倉敷アイビースクエアという複合観光施設です。まずパッと目を引くのがこのツタ、まるっと建物を覆い尽くしています。夜は厳かな雰囲気です。今度はぜひ夏や秋の紅葉のシーズンも行ってみたい。日本じゃないみたいな空間です。すごく歴史も感じますね。国の近代化産業遺産にも認定されていて、泊まれる文化遺産としても知られています。岡山といえば、そういえば備前焼が有名で、陶芸教室もこの館内で開かれているそうです。あと着物浴衣のレンタルもやっているそうです。時間があれば私も来たかったな。あと徒歩圏内に有名な倉敷美観地区があるっていうのもとっても魅力的でした。美観地区は日本の江戸時代の情緒を残す街並みとして有名なスポットです。船もいつか乗ってみたい。夜なので見事にどこもやってませんが、静かに散歩するにはいい感じです。日本にいてもなかなか日本らしさを感じることって普段ないと思うので、タイムスリップしたかなっていう感じの落ち着く空間に癒されました。朝早朝に美観地区にやってきました。朝だったら中に入れられそうだったので気持ちいい朝です。ちょっと曇ってますが、川には鯉がいます。おー、でかい、大きいですね。
さて昨日はぐっすり眠れて、今日はいよいよ待ちに待ったしまなみ海道です。まだ少し寒い季節ですが、お日様の光がポカポカ気持ちいい季節です。本日の目的地しまなみ海道の場所をチェックします。東京から約760キロ。こうして地図で確認しているだけでもワクワクする場所ですね。まず渡った橋が新尾道大橋、全長は546メートル。週末にはライトアップもされるそうです。かなり風が強いので低姿勢で景色を見ています。次に渡った橋は因島大橋、全長1270メートル。橋は2層構造になっていて、下は人が歩けるようになっています。3番目に渡った橋は生口橋、全長790メートルです。もうすでに次の橋も見えてますね。ここは多々良大橋です。尾道側から4番目の橋で、広島県と愛媛県をつなぐ大きな橋ですね。だいぶ横風にも慣れてきました。ちょっと寄り道しましょう。こちらで降ります。多々良大橋を過ぎたところを降りると、多々良しまなみ公園という公園があります。ここからの橋もまた絶景です。疲れた体を休めます。
全長1480メートル。いい眺めです。途中で降りてよかったです。お天気がいいおかげか、海の青さも特別青く感じます。次は SNS でちょっとチェックしていた素敵なカフェに向かおうと思います。海が見えるカフェ正山さんにやってきました。静かなところなんですが、意外と人が続々と集まってくる、皆さん憩いの場所なんですね。テーブルには双眼鏡があったので覗いてみます。使い方を間違えていました。逆でした。確かここの店主は脱サラして海の見えるところにカフェを作りたいという夢を実現されたような方だった気がします。可愛らしいうさぎのデザートプレートも頼みました。ごめんね。南国の島に来たかのような海の青さです。大島の住民の人たちが本当に羨ましいです。そして近くには展望台があったので行ってみます。とても見晴らしがいいところで360度海を一望できるといった感じです。しまなみ海道に来たらここは外せないスポットかなと思いました。ついにゴールです。しまなみ海道来島海峡のパーキングにやってきました。しまなみというオブジェがありますね。すごく賑やかなパーキングですね。かなり大きなパーキングで、休憩スペースは開放的なガラス張りになっていて、ここでも景色を楽しむことができました。無事にここまで来れて本当に良かった。初めてのしまなみ海道、大満足です。最後の橋を紹介し忘れていました。来島海峡大橋、なんと全長が 4.1 キロもあります。そのため3つの吊り橋で構成されているようです。夕日が沈むゴールデンアワーのタイミングにちょうど到着しました。ここはほんと前から行きたかったところで、憧れのホテルです。もう少し遅かったらあの山の向こう側に沈んでるところでしたね。今日はお祝いも兼ねているので少し奮発しました。このバイク旅で泊まったホテルは概要欄に全てまとめてますので、よかったらチェックしてみてください。お部屋はこんな感じです。くまさんがベッドにいたのが印象的でした。
テルのレストランで静かにお祝いをしましょう。下のはこれ石ですか？庶民すぎて料理の味がほとんど分かりませんでしたが、どれも最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。おはようございます。昨日はとてもゆっくりできました。初めてこんな贅沢な気分を味わいましたが、今日は尾道猫に会いたいと思います。ついに本日が最終日です。もう一生ここに住んでもいいかなと思うほど気に入ってしまった場所なのですが、今日も Google Earth 先生に目的地をさせてもらいましょう。今日は尾道。尾道といえば猫が結構いるっていうのを事前に聞いていたので、猫ちゃんに会いにこの奥の細道ならぬ猫の細道っていうところがあって、ネーミングセンスもいいですよね。ここに行ってみたいなとワクワクしています。近くにはね、こういったロープウェイ、お寺、映画の街としてこういった雰囲気いい場所もたくさんあって、時間があればね、こういうところもぜひ皆さん立ち寄っていただけたらいいんじゃないかなと思います。今日は午前中しか時間がないので、この猫尽くしのこのエリアに行ってみたいと思います。お宿からは3、40分ほどの近さに位置しています。朝、外の空気を吸いにテラスへ出てみました。ちょっと曇っているんですが、凛と張り詰めた空気をいっぱいに吸い込んで、すがすがしい気持ちになれました。近くのマリーナが見えました。そして朝ごはん、ここの朝ごはんもとても美味しかったです。バイキング形式になっているエリアと注文するものが分かれていて、最初に注文メニューを聞かれまして、それ以外のおかずは自由にとっていいよっていうような雰囲気の半バイキング形式の朝ごはんでした。これなんだっけな、ちょっと名前忘れちゃいましたが、とにかく美味しかったです。食後はこちらのロビーで一休みしました。座る椅子がたくさんあって、思わず気持ちよすぎて寝転んでしまいました。See, I have been disproven.
この辺りからまた気合を入れてオールドレンズで撮影しています。レンズに汚れがついてるのが気になりますが、やっぱりいいなと思います。ついに念願の猫の細道へ、猫になったつもりで歩きたいと思います。思った以上に道幅が狭くてバイクも通れなさそうな小道です。住んでいる人もいるので静かに観光します。猫喫茶ギャラリーという惹かれるお店がありました。ちょっと中を覗いてみましょう。1階には猫の雑貨がずらーっと並んでいて、2階はふれあいスペースになっていて、猫好きにはたまんない空間ですね。ここに来た人の誰もがやるであろう猫探し。猫に会えるかなと期待に胸を膨らませつつ、ゆっくり一歩一歩登っていきます。あ、階段に猫のイラスト、あとご利益がありそうな猫の置物がたくさん並んでいました。意外と本物の猫は現れず、今日は猫ちゃんたちはそういう気分じゃないのかなとちょっとしょんぼり。まあ猫だって自由に猫生を旅しているんだから、人間の都合でそう簡単には出てきてくれませんよね。そろそろ帰る時間が迫ってきました。猫尽くしでとっても面白いところですが、肝心なリアル猫ちゃんには未だ会えてません。ちょっとこれを見ないと帰れないといった雰囲気で意地になって探してます。上にいないか、隙間にいないか、細かいところまでチェックしていると、ちょっと時間かかっちゃいましたが、この端っこの方のこの辺りにいますが、見えますでしょうか。岩の上にちょこんと座っていました。クロちゃんです。私の昔飼ってた猫の名前がちなみにクロちゃんです。まあまあ人懐っこかったんですけど、逃げ足が速くて取るのが大変でした。ここの猫ちゃんは誰かが餌を与えているみたいで、お食事中なんですが、やっと会えた嬉しさにちょっかいを出しているようです。頑張ってこうツーショットを狙おうとしています。そしてカメラのピントが合いません。まだオールドレンズに慣れてないのでピント合わせに必死です。ふわふわで毛並みがいいんですよね。最終日は泊まった宿周辺でのんびりゆっくり過ごすことができました。下り坂でもう一匹見つけました。松と呼ばれてました。今日は1日目の小島ジーンズストリートで立ち寄ったコモンプレイスさんのジーンズを履いてました。めちゃくちゃ気に入ってしまいました。
というわけで岡山しまなみ海道のバイク旅、これにて終了となります。3日間っていうあまりにも短く感じてしまいました。もっと長くいたかった、そんな本当に素敵な場所でした。この辺の絶景って関東圏で見られるような絶景とは規模感が全然違いましたね。もう海一つとっても青さが全く違いますし、こののびのびとみんなが暮らしているこの雰囲気が本当に好きだなと思いました。またここに来る日まで自分の中にこの思い出を大切にしまっておきたいなと思いました。それでは皆さん、また会う日までご安全に。